皆様こんにちは。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2023年12月28日木曜日になります。年末のお忙しい中だと思いますが、ご覧いただきましてありがとうございます。前回の動画でお知らせしたように、16日の日に無事退院をして、今日までの間、どのように、体の変化があったかということを今日はお話をしてみたいと思います。また、26日の日に、外来を受診しまして、手術の時に取った、臓器ですね、リンパ節やいろんな臓器に関して、顕微鏡検査の結果も出ましたので、そのこともお知らせして、そして来年から始まる抗がん剤治療に関しても少しお話ししてみたいと思います。また最後にちょっとだけおまけの動画も入れましたので、最後までご覧いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。早速ですけれども、16日の日に皆様のおかげで無事に手術を終えて退院することができました。退院した後はですね、そうですね、2、3日の間ぐらいは、しばらく、ベッドにいる時間が長かったと思います。で、たまたま私のベッドは病院ほどではありませんが、リクライニングができる、ベッドだったんですね。なので、起き上がるとき、ベッドを立てて少し補助をしてもらいながら起き上がることができましたので、通常のベッドよりは起き上がりに時間がかからなかったかなというふうに思います。でまた、そうですね、最初のうちは本当に起きてる時間の方がやっぱり少なかったですね。傷の方も痛みもありましたし、なかなか起き上がっている時間が長いとちょっと体が疲れるなということはありましたが、もう3日以降はですね、なるべく逆に起きて普通通りの生活をしてみたいなというふうに思って、その方がですね、内臓の動きも良くなりますし、傷の方の、具合も良くなるというふうに伺っていましたので、極力起きて過ごすようにしています。また、退院してからですね、買ったものが2点ほどあります。これはとても便利だなと思ったので、まず先にご紹介したいと思いますが、コメントで、教えてくださった方がいて、買ってみてとても良かったものとして腹帯というのがあります。で、傷口はですね、みぞおちから恥骨までの間結構長く切ってありますので、ただ、抜歯はないんですけれども、表面ですね、表面にやっぱり縫い合わせてあるところの部分が、血がにじんでたりとかするので、洋服をそのまま着てしまうと洋服についてしまいますし、腹帯をすることで、傷に直接触れる部分は綿の素材だったので、傷に対しても優しかったと思いますし、腹帯でホールドするということになると、傷が避けることはないにしても広がって痛みを覚えることが少なくなるかなと思いました。なので、今現在も腹帯をしています。で、腹帯をして、1週間ぐらいは、やっぱり面の部分ですね、直接傷に触れてる部分に、血の跡が、ついていたので、それはもみ洗いして、洗濯機に入れて洗って毎日きれいな状態のものをしておりますが、ここのところもう傷口からの出血はもうつかなくなりましたので、もう腹帯をする必要性はあるかどうかというのはわからないんですけれども、まだ今寒い時期ですし、やはりホールドされてるとちょっと安定する感じが、精神的なのかどうか分かりませんけれどもありますので、今現在も、続けてしております。これは本当に教えていただいて助かりました。その腹帯ですね。それから、もう1点買ったものがあるんですけれども、男性ソックスというのがあります。でこれは手術の時に、履かされたものなんですけれども、足のむくみですね、浮腫の予防になるというふうに、伺ったので、新しく、追加して購入して、そしてそれを毎日
履いています。でただこれを履けばいいというものではないので、これを履きながら、実際に足をトレーニングする方法を聞いてますので、かかと上げをしたりとかもも上げをしたりとか、そういったトレーニングももちろんしていますし、教えていただいたリンパマッサージですね、それもやっています。ただこの座った状態で足先までっていうのはなかなか手がまだ届かないので、痛いですから届かないので、膝から下の部分に関しては夫が、手伝ってくれています。毎日必ず手伝ってくれているので、本当にありがたいなというふうに思っています。それで浮腫の予防もできているかなと思います。今現在は、両足ともに足のむくみはありませんということで、これからも続けていきたいなというふうに思っています。今現在ですね、とっても、自分で不自由だな、これはなんとか改善できないかなと思うところは1箇所あります。それは、恥骨と、下っ腹ですね。それから、足の付け根、この一直線の部分が、しびれ痛いんですね。皆さんが、正座をした時に足しびれますよね。それで立とうとした時に一気に血液が流れた時にビリ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 という感覚って分かりますか？ああいう感じが常にあります。なので寝ていて何にも動かなければいいんですけど、ちょっと動くとビリビリビリ、ちょっと動くとビリビリビリとこうするんですね。なんでこれはなんとかならないのかなと思って、先日ですね、外来の検診の時に先生に伺ったところ、そういうことは術後ある人いますよって。で先生これ取れますかって聞いたら、取れない人もいるかなって言われたので、いや取れる人もいて取れない人もいるって、私はどっちに転がるかちょっと分かりませんけれども、これがちょっと歩行するにしても体を動かすにしてもビリビリ感が常にあるので、ビリビリ痛い、しびれ痛いという感じが続いていて、これはなんとか取りたいなというふうに思っています。ちょっと、これは取れなくても仕方ないのかもしれませんけれども、頑張って運動をして流れを良くしてみたいなというふうに思っています。であとですね、それに伴ってなのかちょっとわからないんですけど、また、困ったこととしてはですね、尿漏れがあるんですね。でお手洗いに行って排尿します。排尿して、もうできたなと思って、立ち上がって2、3歩歩いた時に時々ちょろちょろっとこう出るんですね。で今したばっかなのになんで出るんだろうっていうのが不思議でしょうがないんですが、それも先生に伺ったところ、私の場合は、子宮自体がですねとても大きくなっていたんですね。筋腫がもうとっくにたくさんできていて、でそれで、がんもお見せしたように結構大きくなっていたということで、子宮が普通の人よりも大きい状態だったんですね。でその大きい状態の子宮や卵管卵巣とかを全て取り除いたので、その部分空白が空きますよね。そして、膀胱が下に降りたんじゃないかという先生に言われました。でそれに伴ってまだちょっとしびれ痛い部分もありますので、感覚がこう麻痺してるんですね、表面上も。なんで、尿漏れは3ヶ月から半年ぐらい続くかもしれないし、もしかしたら一生かもしれない。またこれも一生かと思いながら、ただなんとか改善したいな、改善できたらいいなと思う点ではあります。でもお友達に言ったら、今はもうドラッグストア行ってごらんって、いっぱいそんなものいっぱい出てて、尿漏れしてる人用のパッドっていうのが出てるので、そんな全く気にすることないから、生きていられたんだから良かったと思わなきゃダメだよって言われたので、確かにそれもそうだなというふうには思っています。ただなんとかこのしびれ痛いのと尿漏れが少しでも改善できるように日々動いて、この下腹あたりですねを活性化したいなというふうに思っています。先生の方からも
1日30分ぐらいは、足を動かしてゆっくり散歩した方がいいよって言われたので、膝のこともあって外をまだ散歩することがちょっと不安な部分もありますので、我が家には、昔からトレーニングで使っていたトレッドミルがありますので、手すりをつかまりながら、少しずつ30分毎日、歩くようにはしています。そんなところですね。だからこの部分が取れたら本当に今楽だなと思っています。そして外来の時に、先生に検査の結果を聞きましたけれども、涙内膜がんという、子宮体がんでは、ノーマルな一般的ながんの種類だったそうです。進行がとても遅いがんということですので、遅いがんであそこまで大きくなるっていうことはよっぽど前からできていたんだろうなというふうに思います。で、取ったリンパ節ですね、骨盤内のリンパ節と、あと大動脈近くのリンパ節すべて取ったものに関しては、がん細胞の転移が見られなかったということで、それは本当に良かったなと思います。ただ、子宮内膜ですね、子宮内膜の方に、だいぶ入り込んでいて浸透してしまっていたので、再発のリスクが高いという分類にはなるそうです。ということで、抗がん剤は、来年早々から始める形になります。12日の日に1月の12日の日に、抗がん剤治療に関してどういうふうな流れでやっていきますよっていう説明を約1時間ぐらいかけて教えてくださるそうです。そして、抗がん剤の開始日は1月の16日火曜日になります。それから、3週間ごとに1回約、5時間の、抗がん剤治療ですね。またその前に、血液検査とか、先生の問診とかいろいろありますので、約1日がかりで、抗がん剤を外来にて、投与しますという形で、3週間ごと3週間ごとに、1回、抗がん剤を投与していきますが、それによって、順調にいったら4月30日が最終の6クール目になる予定にはなっています。体調とか、いろんな形で、少し、ずれることもあるかもしれませんけれども、4月いっぱいか、長くても5月中には、抗がん剤の治療が終わると思われます。で、抗がん剤治療に関しては、このような形で、先生の方から、リストをいただいているんですけれども、私が抗がん剤治療をしなければいけない理由は、私の場合は1番に丸がついていて、手術で取り切れても再発リスクが高く、再発予防目的で行う場合というところに丸がついています。術後の病理検査で悪性度が高いがんのタイプだったり、がんが転移していなくても転移しやすい状態が、観察された時という形になっています。ここにチェックが入っていますので、来年から抗がん剤治療をすることになります。そしてその副作用の1番目として出ているのが脱毛です。で、これも 100% ありますと書いてありますので、ウィッグとか帽子とかが必要になりますから用意をしてくださいという形になります。だいたい 2,3 週間ぐらいで毛が抜け始めるということなんですけれども、これは人によって様々らしいですね。一気にバサッと抜ける人もいれば、ちょろちょろ抜けていく人もいるということなので、私がどのタイプになるかは全くわからないです。また、しびれがあるそうです。7、8割の方にしびれがあるというふうに書かれていますけれども、手先がしびれたり、足先がしびれたり、箸が持てなくなったりとか、いろいろそうしびれる状態というのは発生すると書いてあります。また次ですね、筋肉痛とか関節痛がまた7割から8割の方に出てきますということです。これに関しては、しょうがないですよね。なんで痛み止めとかで、緩和できるかなというふうに思っています。またあと便秘ですね。1週間程度が便秘しがちになる、投与して1週間程度が便秘しがちになりますよということなので、これは整腸剤でなんとかなるだろうというふうに思います。
また骨髄の抑制ということで白血球が減少して免疫力が下がりますよとか、貧血症状が起きますよとかいろいろ書かれていますけれども、これに関してももう、それはしょうがないかなというふうに思います。またあと吐き気とか、そういうことも出てくるのは吐き気止めを使うことによって、緩和されるでしょうというふうに説明を受けました。また、飲酒したような症状が出てくるということで、先生に伺ったところ、アルコール成分を含んでいるものらしくて、ビールですね、缶ビール1本分を飲んだぐらいの、体がアルコール状態になっているので、自動車の運転とか自転車の運転というのをしてはいけませんよと言われています。私的には、夫の送り迎えでやることなので、もちろん運転することはありませんけれども、こういった、症状が出てくるというような抗がん剤治療になるようです。女性ですから一番ここの中で何が気になるんだろうと思っても、脱毛かなと思いますが、気の早いお友達がですね、私ががんになったということをお話しした動画を見て、すぐにこうやって帽子を送ってくださったんですね。実際に子宮体がんを患った方で、帽子が必要になって、で実際に自分がかぶってみてよかったものを、作って提供しようという方がいらして、その方の、サイトで申し込んで、このような2つの2種類の帽子をですね、購入して、入院前にもう届けてくださったんですね。こういった帽子をかぶることで、対応したいなと思っています。ただこの年でですね、どんなに短くする、短く短毛にしている方もいらっしゃると思うんですけれども、ツルツルになるっていうことはなかなか経験できることではないですよね。そう思って、赤ちゃんの時以降ツルツルになったことはもちろんないので、一つの経験としてどういうふうになるのかを、前向きに、なかなか経験できないことなので、それも一つ、楽しみっていうか、貴重な経験ができると思って乗り越えていきたいなと思っています。家の中では、もちろん帽子をかぶることはないと思いますけれども、外に出た時に自分は鏡を見なければわからないのですが、周りの方がギョッとした感じで反応されると周りの方にも悪いですし、頭皮がですね、紫外線によって傷むのも良くないかなとも思いますので、外に出る際は、いただいたこのような帽子をですね、かぶらせていただいて、対応したいなというふうに思っています。本当に、今年はですね、いろんな方に支えていただいて、そして無事に家で年を越すことができそうです。来年はですね、抗がん剤治療というのを、1月から始めますけれども、あまりそう気負うことはなく、マイナスなことをあまり考えないように前向きにいきたいなと思っています。そして、12月の24日の日に、無事に、今まで預けて改造していただいていた、キャンピングカーも手元に戻ってくることになって、今現在ですね、着々と、中に物を入れている最中です。ゆっくりですね、物を入れている最中です。なので、来年は、いろんなところに夫と2人で、抗がん剤治療を受けながら、体調管理をしながら、様子を見ながら、日本全国あちこちに旅をしながら、良い景色を見たり、あるいは美味しいものをたくさんいただいたり、また、こうやって知り合った YouTube を通して知り合ったお友達と、お会いして楽しい時間をたくさん過ごしながら、この抗がん剤治療を乗り越えていきたいなというふうに思っております。それがまた一つの楽しみでもあります。今回の動画は以上になります。そしてこの動画が今年最後の動画にさせていただこうと思っております。本当
当にたくさんの皆様に応援していただきましてありがとうございました。また新年明けて、たくさんの動画を上げていきたいと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本当に皆様ありがとうございます。